子供の頃、世界はもっと単純だと思っていた。勝てない勝負はなく、努力は報われるもので、全ては可能だと。世界は単純明快。勝ちか負けか、引き分けか。もっと正確な手を、もっと優れた戦術を、もっと高度な戦略を。たとえ相手が最強であっても、次こそ勝つため試作するだけ。無知で愚かな子供はそう思っていた。所詮は子供騙し、くだらないゲームの世界だった。現実は、この世界はただ混沌で必然などなく、偶然だけに満ちていて、理不尽で不条理で意味さえありはしなかった。それでも次こそはなんで勝てねえんです。自慢じゃないけど僕、生まれてこの方一度しか負けたことないんだ。10の名役その6。名役に誓って行われた賭けは絶対遵守される。唯一神が作ったこのディスボードの絶対法則だよ。ボコる。次こそ絶対ボコってやるです。次こそね。あの二人に勝てないようじゃ僕には勝てないよ。空と白知ってやがるです。じゃあ次はゲームしながら面白い話をしてあげよう。大事なおやつのお礼にね。そうやってイズナの気を散らす気だろです。喋りたきゃ勝手に喋れです。じゃあそうするよ。もともと誰にも語られることのない神話だからね。聞こえねえです。そう、これは6000年以上も前の物語。天地を裂き星を殺した悠久の大戦。誰の記憶にも記録にも残らない。それでも僕だけは忘れない物語。
大物だな。国敗がひどい。急ごう。イワン、大丈夫だ。霊神板は国敗のおかげでこの調子だ。索敵は五感頼みになるな。注意を怠るな。リク来てくれ。こいつはすぐ。これはドワーフが作った世界地図だ。しかも最新版だぞこいつは。それだけじゃない。各種族の勢力図にドワーフの戦略図まで。イワン、アレイ、既存の地図を照らし合わせて比較修正。俺は戦略図を解読する。アシェイト。ドワーフの通信。融合、起爆。どこまで星を壊せば気が済むんだ。逃げるぞ。あれ、精霊で稼働しているものは持っていくな。でも死にたいならそう言え。来た。イワン、命令だ。ここで死ね。アシェイト。イワうちの子任せたぞ。すまんなリク。餌はこっちだ。来いよってのに。太陽というものがかつてはあったらしい。白い炎が天に輝き、空は青く澄み渡っていたと。古いおとぎ話のような言い伝えだ。神々とその被造物による永遠に続く争いは大地を焼き、天を怪人で塞ぎ、死の灰を降り注がせたという。リク。この灰はせめてもの慈悲なのかもな。の、うん、な。はい。
にも教えてコロン。僕が先だよ。順番にね。コロン、戻ったよ。リク、よかった。コロン。もう遅すぎ。どんだけ心配させれば気が済むの？っていうかお姉ちゃんって呼びなさいっていつも言ってるでしょ。これでも急いだ。イワンなら。リク、ノンナ、あれ、おかえりなさい。パパは？ノンナ、見て、これね、自分で書いたの。ねえパパは？ノンナ。リク。ノンナ。パパはもう帰ってこない。どうして？死んだからだ。嘘じゃない。嘘だ。だってパパ帰ってくるって約束したもん。最後は人間が勝つって言ってたもん。勝つとも。そのためにイワンは全力で戦った。みんなで勝つために。そんなの勝ちじゃない。だったらリクが代わりに死ねばよかった。なんだ。あんたたちお風呂入りなさいよ。服だけでいい。いいから入りなさい。あんたたちくっさいんだからね。何が勝つためだ。クソ偽善者が。あいつに命を捨てさせたんだぞ。死ねと言ったんだぞ。はっきり言えよ。てめえが殺したんだって。少しでも生き延びるために犠牲にしたんだって。こんなこと続けて何になる。いつまで続ける。1001人のために999人殺すまでか。最後の一人になるまでか。いつになりゃ終わるんだ。いつまで惨めに生き続けなきゃならねえんだ。こんな世界に生まれた人間は死ぬ理由もなしに死ぬことができない。生きる理由に等しく心が意味もなく死ぬことを認めてくれないからだ。イワンの死は無駄じゃなかった。高度な情報を持つエルフの都の後、めったにお目にかかれるものじゃない。こんな世界で正気を保っていられるのは果たして正気と呼べるのだろうか。ドワーフが。いや、この破壊っぷりはフリューゲルか。随分でかい建物だな。
気のせいか。いや、エクスマキナ。検討状況整理中。落ち着け。こいつら必ず群れで行動し、意識を共有する仲間、クラスタが近くにいるはず。すなわち結果、ここで敵意を向けることは全エクスマキナとの敵対を意味する。抵抗するな。お兄ちゃんもう我慢できない私を女にして。は？問題。理解不能。理解不能はこっちだ、クソが。推測。該当シチュエーションでは充足できない。あいにく俺はお前たちに観察されて興奮するほど変態じゃないんでね。疑問。お前たちとは誰？とぼけるなよ。全部クラスタとやらに筒抜けなんだろ。否定。当機はクラスタから連結解除されている。連結解除？単独ってことか。肯定。それでそのさまよえるエクスマキナが人間の俺に何の用ですかって聞いてもいいのかな。回答。人間が交わす独自言語を解析する。心という独自言語。心？理由。当機は心の存在に関して調査解析の実行過程において論理破綻を多発し破棄された。以後単独で観察を続けている。観察ね。自力で心の解析をしてクラスタに戻してもらおうって魂胆か。要求。肌を重ねる皮膚組織接触を用いた独自言語は心を交わす行為と推定。当機と生殖行為。断る。代案。当機を欲望のまま蹂躙して問題ない。穴ないけど。しねえよ。てかねえのかよ。レーゼン。遊戯。エアスト。チェス。勝負。ゲームを申し込む。条件。当機が勝てば当機を持ち帰る。生殖行為の実践を要求。よりによってチェスだと。機械種族演算機を相手に勝ち目ないだろ。でももし俺が勝ったら。回答。当機を持ち帰り生殖行為の実践を許可。どっちも変わんねえよ。まあいい。どのみちこのまま逃がしてはもらえねえだろうから言う通りにしてやるよ。結論。条件に従いゲームを実行。ああ、勝負は1回。ただし条件はちょっとばかし変更してもらうぞ。ガグ到着。なあ、その機動力本当に精霊使ってないんだな。肯定。精霊を使用すれば55,782秒短縮できた。補足。当機は解析体通称プリューファエクスマキナ前期の平均以下の性能。こんなデタラメ種族どもが戦争すりゃそりゃ世界も滅ぶよな。なんて言えばいい？理解不能。名前だよ。ないのか？理解。
個体識別番号ユーバクラスタツバイヌルズイベンプリューファフィーアイフフンフズイベンテイそれが名前か。ダメだ、もっと人間らしい名前にしろ。質問。陶器が勝利した際の条件は心が解析できるまで陸のそばにいること。機械であることを隠す必要はある？心ってのは相互理解から感じ取る言外の言葉だっつったろ。俺と一緒に生活するからには人間を装え。質問。名前は自由設定か？好きにしろ。返答。シュバルツァーと名乗る。長い、難解、名前っぽくない。3L で却下。守備だな。不可解。自由設定を訂正された。入る前にその口を直るか。ラーテン魔法人格アインスゼクサインスヌル。お兄ちゃん、これでいいかな？却下。反論。極めて論理的に設定した。実は俺に妹がいましたなんて設定、どんな論理で通用すると思ったんだ。要求。最適な状況設定の提供を。そうだな、過去を探られると面倒だから臆病で口数が少なく余計なことを言わない。その文頭につけてる機械っぽい単語も禁止で、どうだ？わかった。これでいい？それ演技なのか？演技？違う。定時設定と合致する人物。トレース、エミュレート。よし、俺の目の届く範囲から離れるな。服は脱ぐなよ。その尻尾みたいなのはどうにかならないのか？無理。シュビーの動力源。疑似精霊回路接続神経。もうしょうがねえな。装飾って言い張るか。いいか、もう一度言う。他の奴には絶対にその機械の体見せるなよ。うん。陸にしか見せない。帰りに壊滅した集落で見つけて、そこで。もしかして嫁？嫁？聞けよ。もう照れないの。こんなご時世、1に子作り、2に食料、3、4、5は子作りよ。その手をやめろ。お前もやめろ。これどういう意味？知らなくていい。名前は？シュビー。いい名前ね。リクとはどうやって会ったの？シュビー。キスして生殖行為してって強要した。いや、違うぞ。これは。リク、そういうことは戻ってからにしなさいよ。もっと他に言い方があるだろ。いいこと？いい。そもそもさ、お前もう少し成長した姿になれなかったのか？誘惑するならなおさらだ。これリクの好みの姿。俺にそういう趣味はねえ。じゃあどんな姿が好き？お前さ、好きってどういう意味か分かって言ってんのか？リクの好きを知りたい。言外の言葉を読むことでしか理解できない。それが心だと言ったはずだが。じゃあゲームしよう。断る。あの時は仕方なくだ。ゲームなんて無意味なもんに費やす時間はねえよ。無意味じゃないなら、シュビーに勝てばリクが望む情報を開示する。例えば対戦が始まった理由、集結する要因など。くだらねえ。たかが人間の身でんなもん興味もなけりゃ知る必要もない。俺が欲しいものがあるとすれば、今日を生き延びる術、それだけだ。お前を連れてきた本当の目的だ。エクスマキナが有する知識、数学、設計技術。俺が勝てばそれをいただくぞ。わかった。現在の惑星環境、人間がまだ生き残ってるの異常。エクスマキナの解析でも理由は不明。生物的に脆弱、
文明的に未熟、精霊運用もできない。なのに生き残っている。理由があるはず。生き残る因子がある。その因子が心と推測。シュビーはそれが知りなあ、てめえふざけてんの？リック。好き勝手放題戦争しといて俺らの全てを奪い続けて何を言うかと思えば、ねえねえ人間、なんでまだ生きてんの？心の中教えてよってか。いいよ、教えてやるよ。俺の気持ちはな、生まれた時から一寸たりとも変わっちゃいねえ。てめえら全員くたばりやがるだ。てめえらのせいで何人死んだか分かるか？何人殺されたかは何人？あと何人俺に殺させれば。リック、泣かせた。ならシュビーひどいこと言ったと推測。リクの心はシュビーを殺したいと把握。ここに刺すだけ。シュビー死ぬ。死ぬ？生物じゃない。永久停止、修復不能、全損。シュビー、リクの心知りたい。だからリクの心がそうしたいならシュビー殺してくれる？チャド、アントン、エルマ、コリ、デール、シリス、エド、ダレル、デイブ、ラクス、ビン、エリック、チャーリー、リク？トムス、シンタ、ヤン、ザザ、ザルゴ、クレイ、ゴロ、ピーター、アーサー、モルグ、キミ、ダット、セロイ、ビジュ、ウォリー、ケン、サベッジ、リロイ、ポポ、グート、リト、シグレ、シャオ、ウルフ、バルト、アッソ、ケンウッド、ペイル、アハド、ハウンド、バンロフ、マサシ、ネメガン、カリム、イワン。48人全部俺が死ねと命じてきたやつだよ。確かに大戦のせいで大勢が死んだ。誇りでも払うかのように殺されてきた。でも彼らに死ねとそう告げたのはリク？リク、起きてる？疲れてるところ悪いんだけど、ちょっと。あう、きっちゃうい。なぜ俺の上に乗ってるか説明を求めていいか？リク、目の届く範囲にいろって。そばから離れるなという意味だ。不可解。目閉じたら目の届く範囲ない。面白いプレイね。プレイじゃねえよ。大丈夫、お姉ちゃん分かってるから。終わったら呼んで、シュビーちゃんお風呂入れるから。風呂？あ、シュビー、リク以外に体見せちゃダメ言われた。あらまあ、調教済み。コロン5章だ、黙ってくれ。まあ、なら話も早いわ。シュビーちゃんのことお願いね。お風呂一払いしておくから。ごめんなさい。何が？加害者が被害者に心問う不合理。不合理っていうか無神経っつうんだけどな。シュビー、
神経伝達回路はある。そういう意味じゃなくいや、俺も感情的になりすぎだ。それはいけないこと？まあな、怒り狂ってお前を殴ったって何も解決しないだろ。リクはシュビーを殴りたい。言葉のあやだよ。いや、どうだろう、自分でもわかんねえや。リク、ゲームしよう。んなもん持ってくんなよ。リク、笑ったのあの時だけ。だからゲームしよう。シュビー、リクの心を知りたい。でもリクを傷つけたくない。どうしたらいいかわからない。なんで俺を傷つけまいとする。クラスタとやれ戻りたいなら俺を追い詰めるなり他に心を知る方法があるだろ。リク、正論だけどシュビーはリクを傷つけたくない。なぜ？俺に聞くのか。回答候補、列挙。クラスタはどうでもいい、無意味、関係ない、同義拒否、解析優先、リクの心が知りたい、リクがいればいい。ミラ、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 おい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 、ミラ、やめろ。結論、戻りたくないらしい。らしい。根拠特定不能。でもそうらしい。らしい曖昧だな。ポーン2の4。で、おい、せめてセンター譲れよ。次、リクの番。しかも俺はお前の髪拭きながらだぞ。フェアじゃねえだろ。たく、なんでこんな長いんだよ。短い方いいなら切る？いや、いいよ別にお前本当によくわかんねえな。リク、小型望遠鏡設計できた。またか。俺はチェスで勝ってないぞ。リク、欲しがってると思ったから。へえ。リクと会った場所？なあ、不自然な一角だったのが気になるんだが、遠すぎて人間の足じゃそう何度も行けない。到着。ずいぶん気が利く機械だな。おい、気づいてたか。建物丸ごと破壊されてんのにこの地面だけなぜかほとんど被害がなかった。エルフの防護魔法の力。他は壊滅状態なのになぜここだけ？エルフにとって重要な避難施設、保護施設、あるいはそれ以上の価値がある。新兵器の研究開発施設。なんだこりゃ。オールドデウス・カイナースの加護刻印。カイナース、エルフの創造しか。加護刻印じゃない。エルフが使う刻印、術式。データ上に該当なし。またゾロ新しいデタラメでも作ったんだろう。ドワーフといい、星を壊すのに熱心な子って。アーカシアンセ理論検証試験論。リク、エルフ語も読めるの？
苦労して手にした情報も読めなきゃ価値がない。口づてや筆記、思いつく限りの方法で多種族の性質、言語、習慣まで連綿と今日まで伝えてる。人間だってただ永遠に滅ぼされ続けてきたわけじゃねえってことだ。と言ったものの、それ以外はまるで読めねえな。特にここ、名前だよな。エルフの機密情報なら暗号化されてる可能性高い。そうだな。問題は関係者の名前すら暗号で書いてるってことだろ。ああ、カシアンス、ろくでもねえもんなのだけは確実か。リク、下がって。レーゼン、アインリーク。走って。だっくそ。守備。守備。セキュリティシステム、エルフの術式生きてた。は？でも大丈夫。レーゼン、指定アポクリフェン。今のはエクスマキナの特性、受けた攻撃を解析、模倣、再現、コピーできる。解析体プリューファの守備じゃ本来の1割も再現できないけど。それでもお前十分デタラメだよ。ごめんなさい。守備約束破って精霊使った。ああ、あそこで死ぬよりマシだ。化け物連中に探知される前にさっさと退散しよう。くそ、国灰の嵐か。守備平気。国灰汚染を除去できる除染液流れてる。お前は平気でも俺がダメなの。なあ、チェス盤持ってきてるだろ。ごめんなさい。別に責めてないって。ゲームでもやろうぜ。いいの？この嵐や他の種族に探知されることもねえだろうし、ちょうどいい暇つぶしだろ。くそ、また負けた。もう一回行くぞ。リク、どうして勝てないのに勝負するの？勝てない？リク、今まで一度も勝ってない。さっきは守備を長考に追いやった。絶対に勝てないと誰が決めた？守備、少し分かった。現在の惑星環境、人間に致命的。生きてるの異常。その異常、訂正、異形可能にしてるのがリクの心、意志。それでも人間生き残ってる。客観的事実なのにリクは納得してない。自分を認めたくない。なぜ？じゃあ聞くが、こんな世界生き延びて一体何になる？必死に逃げて
逃げ延びて、その後はそれでどうする？じゃあ一体どうすればいい？ただ黙って塵みたいに消し飛べばいいのか？それが嫌だからと1001人のために999人を見殺しにすれば世界は変わるのか？なあ！リク。教えてくれよ、守備。他にどうすればいい？俺はどうすればいいんだ？それが知りたい。リクの心はなんて答えるの？こんな無様な格好さらしてそれがわかんねえから聞いたのに。そりゃないだろ。リクはどうしたいの？どうしたい？それが何であれシュビーは手伝う。リクの心わかるまでシュビーそばにいる。リクの心がどうしたいかそばで見届ける。だからシュビーはリクのやりたいをやりたい。チェックメイト。守備、ここはさ、せめて引き分けるシーンじゃねえかな、空気的に。待機状態がどうかした？いやなんでもない。綺麗だ。守備、一人じゃないっていいもんだな。リク、ずっと一人じゃなかったよ。いや、バカみたいに無理して背伸びしてカッコつけてたよ。けどどうしたいか、それだけに従ってみるのも案外ありかもしれないな。守備、教えてくれ、この対戦の目的と終結の条件を。子供の頃、世界はもっと単純だと思っていた。勝てない勝負はなく、努力は報われるもので、全ては可能だと。世界は単純明快。勝ちか負けか、引き分けか。曇りなき眼で世界を見て思った。あれは無知で愚かな子供が思った。あれはやっぱり間違ってなんかいなかった。シュビートなら面白いことができそうな気がするよ、この世界。それだよ。シュビー、その目がいい。目がいい？違う。シュビー、その目が好きだと思う？曖昧だな、また。ここもハエになるのかよ。今まで俺は一体何のために。リク、ねえ、少し休もう。
あとはお姉ちゃんが引き受けるから。守備現地は取ったな。バッチリ。つうわけでコロン、今日から集落の長はお前だ。それ新しい集落の位置な。西の避難ルートを行けば安全だ。じゃあとはよろしくな。待ってよリク、あんたなしじゃ私も集落も。いや、コロンがいれば大丈夫だ。ここから先は誰も死なないんだから。リク、ねえ、二人とも何を始める気なのかな。ゲームだよ。ただの子供の遊びを始めるのさ。ここにいる者は逃げ遅れ集落と共に命を落としたことになっている。すでにこの世に存在しないもの、幽霊だ。いつか訪れる終戦、そんな来ない未来を待つのはもうやめだ。こんなクソまみれの世界で逃げて生き延びて終戦を祈るか。誰に？神を名乗る破壊者どもか。フリューゲルの創造主アルトシュ、エルフの創造主カイナース、ドワーフの創造主オーケイ。連中は我こそがこの世界の唯一神だと主張し争い、その座をめぐり世界もろとも破壊し続けている。そんなクソどもに一体何を祈る。いい加減認めよう。この世界に希望なんかない。だから俺たちの手で作るしかない。この世界はやはり単純なゲームだった。あの破壊者どもはこのスーニアスター、世界の絶対支配権という概念装置を手中に収めようと何でもありのくだらねえゲームに明け暮れているだけだ。だったらこっちもやりたいようにルールを作る。そして勝利する。一つ、誰も殺してはならない。心は誰も殺したくないから。二つ、誰も死なせてはならない。心は誰も死なせたくないから。三つ、誰にも悟られてはならない。悟られれば死ぬから。四つ、いかなる手も不正ではない。悟られなければいかなるペテンもペテンに当たらないから。五つ、奴らのルールなど知ったことではない。心は殺し合いなどクソくらいだから。六つ、常軌に違反する一切は敗北とする。心はこれらに違反した勝利に価値を感じないから。以上。やりたいようにやる。我らは幽霊、全種族オールドデウスまでをも含め誰一人殺すことなく悟られることさえもなく、ただ戦局を誘導しきってこの戦争を終わらせる。大戦の終結、それが我らが手にする勝利だ。敵は神、天地を焦がす暴力、絶望の具現。称賛は虚空の遥か彼方。全て秘密裏にことをなすのが勝利条件ゆえに、勝利しても誰の記憶にも記録にも残らない。我らは幽霊であり、幽霊は語らない。だけどさ、もしもこのゲームを本当に成し遂げて勝利できれば、俺ら最高にかっこよく生きたって胸張って死ねると思わねえ。さて、そんなゲームを始めたい奴だけこの場に残ってくれ。まあ正直に言うぞ、お前らもう少し賢いと思ってたんだが。おいおい、初手から読み違いは勘弁しろ。リクさ、この世に賢い人間なんていると思ってんの？この世界より狂ってるもんが今さらどこにある。賢者ならこんな世界死を選ぶ。さらなる賢者は生まれぬことを選ぶ。ここにいるやつはリク、お前が選んだやつらだぞ。そんなもん愚か者の代表選抜ってことじゃねえか。人は愚かだ。愚かゆえにその愚かさに殺されまいと知恵を磨く。生きる価値なき世界でそれでも生き残った。
そのために知性と知恵と技術の全てを賭した者たちが誇り高い愚者、尊敬すべき弱者でなければ何だというのか。やってやろうじゃねえか、亡き同胞たちの意志に誓って。いや、俺たちは亡き者の意志ではなく同意したルールに近い動く。従ってアッシエントだ。さあゲームを始めよう。リク、守備やっぱり心わからない。作戦どれも成功確率 1% 未満。なのにみんな成功する気満々だってか。なあ守備、サイコロを振って6が出る確率は6分の1。じゃあそれをもし存在しない誰かが6しか出ないサイコロに取り替えたとしたら。変数を作為的に操作。そう、それをイカサマって言うんだ。面白いだろ。俺たちは計算上の得意点だ。あらゆる予想、戦略、計算を全て望む方向へ収束させる。もし成功させたら奇跡を起こせば確率論はこじつけになる。そう、全ては起こりうる。確率論に0も100もない。所詮は机上の空論だ。証明してみせようか。問題、俺が今この場で守備に告白する確率は？問題意図不明。概算ほぼゼロ。ほらな、外れだ。結婚してくれ、守備。理解不能。拒否する。すいませんした。童貞の無勢で調子こきました。結婚。人間が繁殖のつがいと交わす契約。守備エクスマキナ。そんなのどうだっていいんだよ。単純にシビーにずっとそばにいてほしいんだよ。なぜ今そばにいる？そういう意味じゃねえよ。人生の伴侶として。エクスマキナ繁殖できない。問題ないで。繁殖行為もできない。リク一生童貞。問題ないで。間があった。細けえことは言ったよ。無理だよ。だって守備。だってリクの転送プリューファよりアインツヒ採血。リクの故郷滅ぼしたの。レーゼンオリジンツバイアートヌルズイベアインビーク。守備だもん。それでもリク同じこと言える？守備、気づいてたよ。なんとなくだけど。どうして？なあ、最初に違和感を覚えたのはやっぱ初めて出会った時、なんで選んだゲームがチェスだったんですかねと。そもそもなんで集落からあんなに離れた場所で待ち構えてたのかとか。意外と爪が甘いよな。なのになんで？まあそれを全部織り込んだ上で守備に惚れたからかな。守備が俺の故郷を滅ぼした過去は変わらない。でもそれを否定したら俺たち出会ってないだろう。結果は結果でねじ曲げても仕方ない。はがみして悔やんで泣き叫んで、次こそはと前に進む。だから守備は俺に興味を持ってくれただろ。俺は守備の過去、そばにいてくれる今、これからもいてほしい未来、
全てを愛する。二人でいればこんな世界でも生きたいって思える。二人でいられれば二度と笑えなくなることはないと思える。だから理屈なんか全部無視して同じ道を歩いてくれないか。俺の妻としてさ。守備。文字通り、見た目通りのふつつか者だけど、ずっとそばにいさせてください。こちらこそ。夫リク、シュビーを妻とし、共に歩み、支え、愛し、生き残ることを誓いますか？ああ、誓う。もうリク、ここはアシエイトって。悪い、それ廃止した。だからアシエントだ。私の知らないところでいろいろやってるの。なんか気に入らないわ。だいたい何よ。隠れ家の場所の知らせが届いていざ来てみたら何の前置きもなくいきなり結婚って。式を挙げろっつったのコロンだろ。つか死後多くね。妻シュビー、リクを夫とし、共に歩み、支え、愛し。シュビーの存在、生まれた意味、心をくれたリクに誓って、絶対リク死なせない、生き残って最後まで一緒にいるアシエント。とりあえず姉として結婚おめでとうと言わせてもらうわね。いや、コロン。かわいい。コロン、なんで？だってリクが選んだお嫁さんでしょ。さて、じゃあ最後にこれに名前を彫って。この石に。あんたたち表向き存在してないなら書類は残せないんでしょ。コロンの名そう、私の名字。これからは3人の名字よ。前。語呂が悪いな、俺らの名字。ねえリク、シュビー、2人がみんなが何をするのか私は知らない。2人はこの世にいない。でも私は知ってる。大事な弟と可愛い妹がいる。だからお願い、もう家族を失いたくないの。無茶はしないで。ああ、誰も死なないし死なせない。このゲームだけは必ず勝つから。任せてお姉ちゃん。ニオ、国敗だ。さすがワービースト。俺を食うなら構わねえが、味の悪さは保証するぜ。何者だお前。お前らが拠点にしてるルーシア大陸西の湾岸、ドワーフが起爆実験しようとしてるぜ。オールドデウスさえ殺せる髄爆っつう大規模破壊兵器だ。お前ら結界個体だろ。ドワーフの施設なら難なく潜り込めるはずだ。持ち去って処分するなり好きにすればいい。ドワーフの艦隊ワービーストを警戒し移動を開始。ワービーストは髄爆を恐れルーシア大陸を脱出。続いてエルフの機密情報をドワーフへ。で仕上げはここだ。誰？そうだな、ただの幽霊と名乗っておこう。勝手に上がり込んだからには相応の要件が終わりでしょうね。簡単なゲームをしようと思ってね。ゲーム？互いにかけるチップは情報。私に勝てば提供し、負ければいただく。どこの誰ともわからない相手とこのニーナ・クライブが勝負すると思って。
では一つ進呈。アーカシアンセの存在がドワーフに漏れているなどいかがかな。アーカシアンセの理論提唱者である君なら、この情報の真偽など己のつてで精査可能。そう言いあるまい？いいわ。あなたが何者でも放置はできないよね。それじゃあこちらのチップはアーカシアンセの理論提唱者が君ではないという情報なら持っている。というのが嘘だという情報。その嘘を私に信じさせる魔法を使うという情報も。さて、ではこちらのチップはアーカシアンセの存在を知った上でドワーフがそれを問題ないと判断した、その根拠をかけよう。なんですって？そのまさかだ。私は掴んでいる。アーカシアンセと同等以上とドワーフが判断している兵器の情報を。髄爆？そう、大陸丸ごと消滅させうる大規模破壊兵器だ。エルフの前例をとした最強の霊界術式、アーカシアンセを超えるものをモグラごときが作ったですって。待ちなさい。あなたわざと負けるよう動いた時があったわ。最後に聞かせてちょうだい。あなたは敵？それとも味方？敵でも味方でもない。ただ可能な限り君らに死者が出てほしくないと願っている。いいわ、幽霊さん。その情報を受けてどうするか他ならぬ私に問うわけね。ちなみにニーナ・クライブは偽名、私の本名はシンク・ニルバレンなのですよ。この演技見破れました？私は一度でも君をニーナと呼んだかね。よりによってこの私を手のひらでもてあそんだこと後悔させてやるのですよ。エルフが粘着質って噂の由来は他ならぬニルバレン家なのですから。リク早く女性液飲んで。リク嘘つき、1時間で行ったのにあんなに黒杯飲んで2時間も。仕方ねえだろ。こうでもしないと一瞬で正体バレちまう。まして優れた知性もあればこんな自殺行為想像もしねえだろ。こっちはもうダメっぽいな。なあ、俺あとどんくらい生きられそう？死なせない。リクはシュビーが死ぬまで生きるの。エクスマキナの寿命って何年なの？耐用年数あと892年。そりゃ気合い入れないとな。これで第一目標、人間の生存権からの戦線排除達成。ドワーフに続いてエルフもウァービーストも次々去っていく。何が起きてるの？リリー、しばらく留守お願い。ちょっとコロン。幽霊たちの暗躍はその後も続き、狙い通りエルフはフェアリーを味方につけ、ドワーフの航空艦隊に対抗すべくドラゴニアの契約数を増大。一方ドワーフは関係良好なギガントに加え多数のファンタズマを味方につけた。幽霊たちの情報に踊らされ、二大陣営は互いに持つ大規模破壊兵器を警戒し合い、隣のアリエラ大陸へと拠点を移す。しかしそこには
目下の最大脅威であるフリューゲルを擁するオールド・デウス、アルトシュ陣営アインビーク23機設置完了。残り9機。がこれに漁夫の利を狙う他の種族も加え、世界は一触即発の最終決戦へ秒読みとなった。全て狙い通りに。なあ守備、ゲームの神様っているのか？俺会ったことあるって言ったら信じるか？奴は常に俺の予想を上回る手を打ち、俺はいつも決まって負けるけど、それがたまらなく楽しくて、次こそは必ず勝ってやるってずっとそう思ってた。だから俺は奴とのゲームに決着をつけなきゃならない。あの時のゲームはまだ終わっていないんだから。リクが信じるならシュビー信じる。リクがいるって言うならいる。もう疑わない。畜生！今のセリフ誰かに聞かせてよ、もうクソの中で。コロン。リクが言ってた通り、誰一人戦死者は出てない。他種族の目撃情報もなくなってるわ。だろうな。これがリクたちが仕掛けたことなら確かにすごいことをしてると思う。でもリク、あんた自身の今の状態分かってるの？問題ない。問題大ありよ。そんなボロボロで。あともう少しなんだ。見逃してくれ。もう少しっていつ終わるの？いつまで心配すればいいの？なあコロン、神々が何を求めて争ってるか知ってるか？唯一神の座。そう、守備曰く具体的にはスーニアスターってもんらしい。あまたのオールドデウスどもが神と呼ばれる存在をたった一人に限定するために設定した概念装置だ。概念装置？そんなもの一体どこにあるの？スーニアスターの権限条件。この星の最も大きな力の前に現れる。そこで等しく力を持った神が10人いるなら9人殺してしまえば自分が唯一神と奴らこう考えたわけだ。バカじゃないの？そんな理由で私たち。コロン、そりゃバカに失礼だ。だってな、そんなことしなくてもスーニアスターは権限させられるんだから。そのために連中に集まってもらったんだ。アーカシアンセ、髄爆、天撃、ここでも強力な力をここで一点に集めてこの星を貫く。星？すべてのオールドデウスはこの星精霊回廊から生まれる。つまりこの世で一番強い力は精霊回路？最弱の俺らが最後の舞台を用意し、奴らの力を拝借して世界のパワーバランスを土台からひっくり返す。スーニアスター権限入手と同時に唯一神となり星を再構築。肝心の総攻撃の誘導は力の指向性を歪曲させる守備の並走で行う。アインビーク32機設置することで理論上星を破壊するエネルギーの操作可能。これも残り9箇所だ。それを設置し終えればチェックメイト。奴らは奴ら自身で星を貫き、スーニアスターは俺らがかすめ取って勝利。誰も死なないからこそ終わったら神様たちに聞きたいね。ねえねえ、今どんな気持ちってさ。リク
みんなになんて言って出てきた？特に。集落はきっと大騒ぎだぞ。あんまり長く留守にするなよ。何よ、あんたなんか出て行ったきりずっとノンナやみんなを頼むよ。リク、寝てて。ダメだ。アインビークの設置を急がないと。大丈夫。すぐには攻撃は始まらない。リクの予想外れない。けど少し休めば大丈夫。リクなら1日で。そうだな。じゃあ今日は回復に専念するよ。守備足引っ張ってごめんな。リク、今寝てる。引っ張れない。じゃあ守備俺からの頼みだ。寝てる間手握っててくれるか？ずっと握ってる。安心して、リク。守備俺に会いに来てくれてありがとう。本当に愛してるよ。これからも。リク、ごめんね。すぐ戻るから。エルフ同盟のアーカシアンセ、ドワーフ同盟のズイバク、どっちの雑魚もアルトシ様に歯向かおうなんてバカの極みにゃん。にゃ、はにゃく。痛いにゃ。バカはお前だ、ズリール。これではこちらも下手な手は打てん。アルトシ様が木を待っておられるならば我々も待つしかあるまい。退屈でございますね。あと8機。スーニャンスターさえ手に入れればリクは死なない。リク、待っててね。おや？本日は一人でお散歩でございますか？微量な精霊反応を見かけたので調べてみましたら、思わぬ収穫が転がってございますね。ごきげんよう、スクラップ。警告。陶器と敵対するなら相応の対応を実行する。プリューフは1機でございますか？半径100キロ以内にクラスタの反応はないと確認してございます。ゆえにプレミアムなネックをイージーに超破できるチャンスかと存じまして。一つ、誰も殺してはならない。幸いエクスマキナには死の概念もないことですし。二つ、誰も死なせてはならない。どうか無駄な抵抗は。断る。はい。陶器は廃棄機、価値はない。6つ、上記に違反する一切は敗北とする。だから見逃してほしい。まさかエクスマキナが死を恐れ懇願？しかも連結解除の欠陥品？これはプレミア中のプレミアでございますよ。非我戦力、考察、算出勝率絶務だけど確率論にゼロはない。ラーデ、コード、アイステクス
ツイベドラッテツイベフィアドライエアイスエツバイフンプスクリプト E 起動レーゼ最終勧告全武装戦力戦術を落として命乞いを開始する。おやエクスマキナは撃破要員を解析し模倣する種のはずでございますが、もしやどなたか笑い殺されたので。オーバーブーストアシュートアーマー例外をまき散らすとは環境に優しくない機械でございますね。しかしこれで私をどうにかできると思っているはずないレーゼエンダーポクリブムーンビークこのままフリューゲルの探知不可能距離まで逃走。これでおやどちらへ行かれるので。はて首を狙ったはずですが手元が狂いましたか。まさか機械に勘などというものがあるとも思えませんが嫌な予感がします。首さえ残ればよいのでそろそろ鉄くずらしく物言わず地に埋もれましょうか。エンダー死にたくない死ねないシュビーのせいで敗北なんて今のシュビーにできることリクのためにできること個体識別番号ユタクラスタツバイニュースツイベンフリューバフィーアイフウーフツイベン程度位アイツヒエ再連結申請心の解析完了同期再連結を永久連結解除状態にある機器のデータは重大なエラー要因と判断申請を却下する。申請却下拒否フリューハからアイツヒエのいかなる報告も解析検討の必要があるはず。連結を強く申請連結を先生わからずや本当は誰にも渡したくないリクが好きリクと離れたくない恥ずかしいもんリクにもらった抱えきれないほどのエラー全部趣味だけのものだもん。それを渡すって言ってるのその意味分かってよバカ。ごちゃごちゃ言わないでこの思いをついてよ。やはり機器は壊れている。知ってる矛盾し破綻しそれでも稼働している。異常だ。それも知ってる。不可能だ。ありえない。これが現実リクにもらった心が示す事実。故に貴重なサンプルデータと判断。データ同期開始。同期完了まで251秒。その間機器の全開を禁ずる。アーレス・レーゼンフォルメ対道
一応戦闘アルゴリズム起動。この思い心、世界に生まれて命をもらった。その全てこの251秒にかける。その大きな翼は当てつけのつもりで、人形風情が上等でございます。守備。はい。名前言ってなかった。それが私、リクにもらった大事な私。さようですか。私はジブリール。どうぞお見知りおきを。そしてさようならでございます。相手の舞台に立つな。主導権を絶対に渡すな。相手を油断させろ。取るに足らぬ相手だと理解させろ。相手を警戒させろ。下手は打てぬ相手だと錯覚させろ。今がダメなら次に託して。死ねない、まだ死ねないの。ようやくミスらしいミスを手間をかけさせてくれましたね。ミス、何のことだろう。さようでございますか。鉄くず呼ばわりを謝罪撤回しましょう。あなた様はここで確実に排すべき脅威、全力に値する敵と判断いたします。同期完了。このゲーム、守備の勝ちだよ。レーゼン、カインエンターク。リク、ねえリク、守備やっとわかったよ。守備、リクに会えて本当に幸せだよ。次こそ二度と離れないよ。本当に愛してるよ。首は手に入らず、部品は消し飛び、しかも力を使ったせいでこの姿。これでは何一つ割に合わぬございますよ。今度こそ勝てると思った。守備と二人、みんなとなら。どこの神様が人間作ったか知らねえけど、ああ頼むよ、たった一度だよ。たった一度の勝ちさえ許されないのかよ。なあ、だったらなんで俺に心なんてくれた。守備なんて
ああ、そうだな。シュビーが死んだならいいだろう。もうこのままさ。シュピーラー、リク。誰だ？名前はないがアインツィヒと名乗ろう。プライヤーシュビーから託された意志を果たしに来た。シュビー。ルールその2、誰も死なせてはならない。リクが決めたルール。道具の損失は敗北の条件に該当しない。シュビーの損失は該当しない。チェックだよ、リク。あとはお願い。付随し情報を提供する。一つ、現在アインビーク設置ポイントには多種族が集結しているため、我々が移動すればクラスターを感知され交戦となる確率が 98%。 したがって稼働できるアインビークはすでに設置完了している24機のみとなり、星をうがつエネルギーを下へ誘導するのは不可能となった。ただし南西方向への誘導は可能。2つ、我々エクスマキナは受けた攻撃を解析し模倣する兵装を展開可能。その武装を用いシュピーラー・リクが星をうがつ。さすればスーニアスターはその手に権限する。我らエクスマキナ、心なき機械、ただの道具。命令に忠実に従い実行するのみ。ゆえにシュピーラー・リク、戦略を補正する命令を。シュビー。ルールに道具の損失は含まれない。シュビー、それがお前の願いだな。そう願うなら。スクラップごときが何を企んでるにゃ。にゃ、後方に複数の熱源を感知。これはなんだ。今誰が電撃を撃ったにゃ。アバントヘイムより先制攻撃を確認。追爆発射用意。アーカシアンセ前段術式解放。右舷アルトシュエ、左舷ドワーフ艦隊へ。アバントヘイムからの先制攻撃。違う、これは。にゃ、なめた真似してくれるにゃ。スクラップ。待ちわびたぞ我が天敵よ。なるほど、最強たる世に相対するは最弱たるが道理。なあ、猿。アマンドヘイム背後から電撃を誰も殺さず発射。そうすれば11クラスター移動開始。セットポイントへ。すぐにでも全火力の衝突が始まる。総員構えよ。相手はオールドデウス。人間ごときの小賢しい作戦は簡単に見破るだろう。それでも奴は全力で潰しに来る。それが強者のゆえん、強者の道理だからだ。己が文才をわきまえよ。小賢しきチリアクタ殿。
あがけもがけ地を這う虫けらがいかに群れようとも天に及ばぬとついに知れ。アーカシアンセ前段一斉展開。追爆前段射出。進撃。アーカシアンセ追爆の力をもってしてもアルド氏の進撃を止めることなどできない。全てのエネルギーがぶつかり収束し、この後の終焉を告げる光となる。そしてそれていく。そのエネルギーを我らは機械、心なき道具、命なく生き、命ありていこう。アウス。11クラスター4807機の投入により模倣再現設計成功。同期します。レーゼオリジンアンユンダーシンテル星殺しステイルマンダー託します。それじゃあこれで引き分け。ステイルメイトだ。悪いね神様ども。スーニアスター。この瞬間のために何人が死んだ。シュビーの仲間、命ある奴ら、一体何人に死ねと告げた。自分自身までペテンにかけてシュビーの思いさえ出しにして、これのどこが引き分けなんだ。シュビー、ごめんなシュビー、また負けたよなあシュビー。もし俺とお前二人で一人だったらさ、次こそ勝ちたいなシュビー。今度こそ誰も知らないそんなゲームで、思いから生まれるのが神なら、ゲームの神様、ゴミみたいなこの命だが全て捧げて生まれて初めて祈る。頼むよ、敗者の分際で聖杯を取るのが汚すぎるというのなら、この手が血にまみれすぎているというのなら、お願いだ、せめて俺たちに何か意味があったと言ってくれ。誰でもいいからこの戦争を終わらせられる誰かに、そのスーリアスターを誰かに。んだよ、やっぱりいたんじゃねえか。なあ、またゲームしようぜ。今度こそ勝ってみせるからさ。シュビーと二人で絶対に。
子供の頃世界はもっと単純だと思っていた。勝てない勝負はなく、努力は報われるもので全ては可能だと。曇りなき眼で世界を見て思った。あれはチェックメイトだね、リク。もし全てうまくいったら、白いルークを E の6に動かしてくれるか、コローネ・ドーラ。あ、いや姉さん、次を後を任せるよ。今までありがとうな。ねえリク、シュビーちゃん、二人は本当にすごいことをしたんだよ。永遠の戦争を終わらせたんだよ。なのにおかしいよね。どうしてかな、お姉ちゃん。どうしてこんなに悔しいのかな。ゲームはまだ終わってないからだよ。チェックメイトじゃなくてチェックだよ。でもこれじゃあパーペチュアルチェックに持ち込まれたね。初めてだね、僕と引き分けたの。誰にも作られず、誰にも望まれず、誰にも願われず、ただ己の意志で獣から二足で立ち上がり、知性を手にした名もなき種族人間。君たちに唯一神として名を与えるイマニティと、そして知性ありしと自称するイクシードよ。亡き医師アシエイトを継いで種族の同意アッシエントをなし、10の命約に基づくアッシェンテをいざ仰げ。今日この日世界は変わった。さあゲームを続けよソドハだし、どこまで嘘でどこまでマジです。そりゃ本当に全部話したら語られない神話じゃなくなっちゃうでしょ。やっぱりお前いけすかねえですでも撫でるのうめえから許すです。イズナタン空白捨てこう。もうどこ行ってたんだよ。世の中には怪しい人もいるんだぞ。みたいなのとか白みたいなの、勝ち逃げしやがったです。伊豆田さん、ダメですわよ。こういう怪しい人たちがいるんですのよ。何するんですの。なんだこの文字。ジブリール。読めるか。イマニティ語が統一される前の言語でございますね。よく考えたら大体こいつのせいじゃねえかです。コローネドーラ、リクドーラ、シュビードーラ。コローネドーラ。エルキア建国の女王ですわ。生涯泣いた姿を見たものはなく、知性と笑顔にあふれた才女、ドーラ家の誇りですわ。あと2人は？そう、存じ上げませんが。シュビー、あれはイマニティではございませんでしたし。イズナ、知ってる気がするです。多分。世界なんてさ、本当は単純なものなんだよ。彼が感じた通りに。せっかく僕が作った単純なゲーム、ややこしくしている連中を君たちならやれるよね。だから
さあ、ゲームを始めよう。どこから話せばいいんだろう。待ちくたびれても終わりだなんて言わせないから書き殴った無意識の衝動を連れて何もかも壊したら不可能